日は、またご飯のお供というかお酒のお供おつまみシリーズ、お酒のおつまみシリーズに変わってしまいましたけども、こんにゃくのピリ辛炒めを作っていきたいと思います。お酒のお供ね。はい、お酒のお供シリーズに変わりました。はい、では材料紹介します。まずはこんにゃくです。今回はアク抜き不要のこんにゃく1つが大体 250g とか 230g、 こちらを1つ使います。お醤油大さじ1杯、みりん大さじ1杯、料理酒大さじ1杯、ピリ辛の唐辛子、風味付けに白ごま、こちら小さじ1杯ずつですね。ちょっとオリジナル風になるんですけれども、ここでニンニク、これはもうお好みなんですけども、だいたい小さじ1/2ぐらい香り付けのためにニンニクを入れます。で通常は和風だしを入れるんですけども、ニンニクと合うということでコンソメを入れていきたいと思います。このコンソメですね、1かけらだとちょっと多いので半分に半かけら入れていきたいと思います。でこちらが最後に炒めるためのごま油、これも大さじ1杯、こちらで炒めていきたいと思います。早速こんにゃくを切っていきたいと思います。まずこんにゃくはですね、隠し包丁とですか、斜めに切り込みを入れていきます。これによって味が染み込んでいきますので、大胆に切り込みを入れていって、この後炒めた時に調味料の味が染み込んでいきますので、これ両面やっちゃいます。すっごいいっぱい入れるんですね、切り込み。そうですね、味が染み込みやすくなるのと火も通るのが早くなりますので、これをだいたい 1.5 センチぐらいの角四角に切っていきます。よくこんにゃくは手でちぎれというのは表面積を大きくして、味が染み込みやすくなるために言うんですけども、隠し包丁入れれば形も綺麗ですし、四角いままでも全然味が染み込みますので、そのままでいきます。では切りましたら炒めてまいります。では先ほど切ったこんにゃくを炒めてまいります。フライパンを熱して強火でいっていきます。まずはごま油ですね。先ほども言いましたニンニク入れるんでオリーブオイルでもいいんですけども、やっぱしごま油入れることでごまの風味香りがつきますので、ごま油入れていきます。で、先ほど切ったこんにゃくをで最初強火です。こんにゃくにちょっと焼き目を入れてですね、香ばしさも出したいと思いますので、強火でこんにゃくに焼き目がつくまで、で先ほども言いました切れ込み入っているので、この切れ込みから味が染みてですね、時間にもなります。はい、ある程度焼き目がついてきましたので、調味料を入れます。で中火に火をつけて、最初に香り付けでニンニク入れちゃいます。なんかもっと入れたら美味しそうだね。本当あんまりたくさん入れると完全にペペロンチーノっぽくなっちゃうので、ちょっと今回は少なめにして、本当ただの香り付けにしてます。でお醤油、先ほど言いました入れます。はい、お醤油とニンニクが混ざったいい匂いがしてきました。ここにみりん大さじ1杯、お酒、で唐辛子も入れて辛みを引き出させます。であとは汁気がなくなるまで炒めていきます。忘れてました、コンソメを入れてませんでした。このコンソメ入れることでコクも出て、あとちょっと和風から一瞬洋風っぽくなるんですね。タイミング違うんじゃない？はい、本当は調味料とあんずと一緒に入れる予定でしたけど、まだ汁気残っていたので大丈夫です。はい、最初だから、全部一緒に入れるってこと？そうですね、入れてまだ汁気がある時にコンソメをこうやって入れていきます。まだ汁気があったのでコンソメを忘れないように皆さんはしてください。これでニンニクとコンソメが入ったことでコクと香り、ちょっと普通のピリ辛こんにゃく炒め
と変わって洋風っぽくなっていきます。でだいぶ汁気なくなってきました。ここでごまを入れます。さあはい、では汁気なくなって炒め合ったのでお皿に盛り付けていきます。コンソメちゃんと溶けたかな？はい、大丈夫です。見てください。ないです。コンソメは香りもしてますし、で辛いのが苦手な方は和唐辛子をちょっと控えてください。あとですね、家に唐辛子なければ一味ですね、一味で代用しても全然美味しくなりますので、はい、つけました。完成です。はい、じゃあ試食タイム。はい、いただきます。これな、こんなん絶対うまいですね。絶対うまいですね。じゃあいただきます。それは間違いないです。美味しいです。当たり前です。いただきます。包丁目が入ってるんで食感が。そうです。で味もしっかり切れ目に入って、ニンニクもいい香りです。ちょっとピリ辛なの、私辛いの得意ではないんですけど、これぐらいの辛さならご飯も進みやすく、箸も止まらないですね。短時間にね炒めただけなんですけど、包丁目入れてるんでね、言われた通り味が染み込んでますね。美味しい。これもうのんべいにはたまらないですよ。たまらない。日本酒ですか、焼酎ですか？どっちも飲めません。何飲むんですか？梅酒を足して梅酒とね、この大きさもいいですね。この 1.5 センチっていうのがまた肝で、女性の口の大きさっていうのが2センチから 2.5 センチ、食べやすい大きさですね。誰でも食べやすい、お子さんでもハマりやすい食感ですね。でやっぱコンソメ入れてることによってちょっとコクがあるんですけど、まあヘルシーですしね。これも夜にカロリー気にせずに食べれる感じもいいですね。ダイエット食でいけてますね。ダイエットしてるんですか？もちろんです。ダイエットしないんですか？もちろんですぜひね、簡単な簡単なんでお家でも皆さん作ってみてください。はい、以上です。またねー。